藤井聡太竜王名人がついに八冠を達成した。誰もがそれを予想する中で、その通りにいわば予言を自己成就するように八冠を達成した。一般棋戦を含め、もはや敵のいない状況となった。異次元の天才、不正室の天才と欲しいままの名声と実績を手にしている。確かに、もはや将棋界で伍する存在はいないのかもしれない。天才揃いのトップ棋士の中でも、その才能と戦績は突出している。今回の王座戦で、永瀬前王座が第3局、第4局を振り返った通り、藤井竜王名人は、最後の最後で逆転してしまう。まるでサッカーのゲームのようでもある。トイレに行った数分間の間に、洗濯物を取り込んでいる数分間の間に、あっという間に得点してしまう。将棋というのは、2人0は有限確定完全情報ゲームであるはずだ。偶然が起こることもなく、2手連続で指すこともなく、並んだ駒を相手の見ていない隙に並べ替えてしまうこともなく、藤井竜王名人は勝負をひっくり返してしまう。This program was made possible by the Corporation for Kuberu Knowledge Academy and by contributions to your Design Studio K channel from viewers like you. Thank you. You're watching the Design Studio K YouTube radio program. 王座戦の挑戦者決定トーナメントにおいて、村田システムで窮地に陥った際も、豊島九段が勝利目前となった際も、藤井竜王名人は勝負をひっくり返してきた。したがって、今回の藤井、永瀬戦でも藤井による逆転に慣れているはずではあった。しかし、あっという間の逆転劇に唖然とし、驚愕せざるを得なかった。それこそ八冠を果たした大天才の面目躍如である。永瀬前王座は、終局間際、悔しさと怒りからだろう、自身の髪の毛をかきむしった。完璧に準備し、ずっとリードを保ってきたのに、なぜ最後の最後で間違えてしまったのだろうか。なぜだ、なぜなのだ、と心の声が聞こえてくるようだった。たとえ、諦めきれなくとも、勝負が決してしまえば、指し続けることはできない。一方の藤井竜王名人は、その永瀬の心の声を聞き取っていたに違いない。両棋士が2人で行った研究スパーリングの日々も思い起こしていたのかもしれない。4年かけて積み上げた実績の上に成り立つ名誉王座という称号を名乗る権利、それを奪い取る勝負の厳しさをかみしめるように、罪を読み切った後も、どこか気まずそうな、まるでどちらが敗者か一見した様子からはわからないような対局風景に、将棋の勝負の真髄を垣間見た気がする。藤井竜王名人が勝利すると、1秒と置かずに NHK でニュース速報が流れた。当然、用意していた予定報ではある。21時のニュースでは、これも当然かもしれないが、番組冒頭に取り上げられた。深浦九段がスタジオ入りし、その偉業についてコメントした。翌日、民放の情報番組のみならず、新聞各紙にも藤井竜王名人が八冠を果たした記事がトップニュースとして報じられた。朝日、藤井八冠、史上初王座戦制止達成。読売、藤井八冠独占。毎日、藤井、史上初八冠、21歳2ヶ月最年少で独占、王座奪取。産経、藤井前八冠制覇、王座獲得、力はまだまだ。日経、藤井八冠独占、史上初、将棋王座戦制す。東京、藤井、前八冠制覇、王座奪取、タイトル戦負け知らず。新聞社は各棋戦のスポンサードを長年にわたって行ってきていることからも、トップニュースとして扱うのはごく自然に見える。読売だけは右肩にイスラエル、ガザ地上作戦準備を配している。国際的な紛争、戦闘などとともに藤井の八冠達成は同時に起きた事象、現象である。締め切り時間、公判時間、時差など考慮すべき項目はあるものの、日本国内で発行されたニューヨークタイムズやジャパンタイムズに藤井八冠達成はニュースとして報じられていなかった。つまり、藤井八冠達成は日本ならではのニュースだと言えるだろう。将棋がまだ国際的に普及していない点や、他国においても自国内の事案や事象、現象がニュースとして扱われる点からも、
藤井八冠達成が日本国内で報じられるのはごく自然だろうと思う一方で、藤井竜王名人の才能の大きさからすると、日本国内に限定されてしまうのはやや手狭かもしれない。最後に日経の記事に触れておきたい。沈む日本に Z の衝撃と題したコラムを一面に配した坂口安吾による1947年の木村塚田による名人戦の記述を引き合いにしたところはやや強引ではあるものの、藤井八冠達成は沈む日本と日本人を異様なまでに刺激しているのだという文章にはいわばコクが感じられる。それはどう異様なのかはわからないが、藤井竜王名人の大躍進は刺激に満ちていることには間違いがない。論理的飛躍のようではあるが、個人的な見解として、もしかすると我々は藤井聡太棋士に力道山選手を合わせ鏡のように見出しているのかもしれない。もちろん戦後の復興という上昇機運と現在を取り巻く下降トレンドという違いはある。また力道山は初めて見る聴衆にプロレスがエンターテイメントであることを示した。世界チャンピオンのシャープ兄弟を相手に木村正彦とタッグを組んで外国人と怪盗乱魔を立つがごとく戦った。一方で藤井聡太竜王名人は江戸時代から連綿と続く将棋の歴史に連なる。対局相手は日本に限定されている。そして東京新聞の記事にもあるように、これだけ強いにもかかわらず驚くほどいわゆるアンチが少ない。芸事、武芸、大衆芸能、技芸としての将棋のみならず、将棋 AI をもしのぐ頭脳で最新技術との調和の道さえ示す存在でもあるかのようだ。藤井聡太竜王名人の大躍進は、内なる切磋琢磨が外なる競争に打ち勝つ原動力になるのではないかという戦国時代以来の希望の灯火のようにも見えるのである。朝日新聞にある通り、藤井竜王名人の一強が揺らぐ気配はなく、東京新聞にある通り、21歳の天才は楽しんで最善手を追求し、今後も強くなり続けるだろうことを考えると、藤井聡太という棋士の才能の大きさに、ただ驚く日々はまだまだ続きそうだ。That's kind of my thing. Have a nice day, and with the ongoing support of these individuals and institutions and friends of the Design Studio K YouTube radio program. This program was made possible by the Corporation for Kuberu Knowledge Academy and by contributions to your Design Studio K channel from viewers like you. Thank you. You're watching the Design Studio K YouTube radio program.